ご視聴ありがとうございます。今回は高架化工事が進む京成押上線の京成立石駅の動画です。前回の動画からおよそ2年、下り線が仮線になった後の様子と駅の周りの変化に注目です。一見よくある事業に潜む心配事とは一体何なのでしょうか。というわけで、京成押上線の京成立石駅に到着です。ここは上りホームの最後部。右側にあるのが旧下り線の跡です。下り線は去年11月に仮線に切り替えられ、下りホームは旧ホームの右奥の仮設ホームに移行しています。ホームの中ほど、この映像で奥にある駅舎はそれに合わせて使用中止となり、下り線は地下の仮駅舎に、上り線は最後尾の地上仮駅舎に移されました。下りホームの撤去はかなり進み、駅舎を支える柱や基礎などが少し残っているだけです。まさに絶賛工事中の京成立石駅。この先に進む前に、京成立石駅周辺で進む高架化工事の解説です。高架化の総延長はおよそ 2.2 キロで、11カ所の踏切がなくなります。特に規模が大きいのが、駅東側の京成立石第2号踏切と、西側の四つ木第2号踏切の2つです。このうち後者は、踏切の南側で2つの主要道路が交差することもあって交通量が多く、開かずの踏切問題が深刻でした。国交省が出している緊急対策踏切リストにも、自動車ボトルネック踏切として挙げられているほどです。自動車ボトルネック踏切とは、1日の踏切自動車交通遮断量が5万台以上の踏切のことです。押上線の他の区間は高架ないし地下化が進んでおり、地上にある駅は京成立石だけでした。11カ所の踏切がなくなることで、押上線の踏切は押上駅の近くに残る1カ所だけになります。この踏切は地下から高架への取り付け部分にあり、廃止するのが物理的に難しかったので残されています。そのため、京成立石駅周辺の高架化が完了すれば、押上線の立体化は事実上完了です。高架化は2002年に事業に着手し、下り線と上り線を順に仮線に切り替え、上り線から先に高架化していく予定です。高架化された後の駅も、今と同じくホームが上下線を挟む構造ですが、工事の途中段階で一時的に上下線がホームを挟む構造になります。また、高架化工事と並行して、京成立石駅の南北では再開発事業が行われています。区画は全部で3つで、一帯には古い木造住宅が集まるエリアもあり、防災面の懸念があったため、再開発で抜本的に改善される予定です。京成立石駅周辺のバス乗り場は大通り沿いに点在しているため、バスが駅前に乗り入れられるように整備し、バスターミナルを作ることも計画されています。去年9月には、高架化後の京成立石駅の駅舎の外装デザインが決定しています。地名の由来である石にちなみ、石材が大胆にあしらわれます。また、革を生かした産業が盛んな土地柄を考慮し、鉄やアルミ製品を想起させる部材、革を想起させる青色を使うほか、シンボリックな和模様も取り入れる予定です。一方、1997年に葛飾区が作成した報告書では、北口地区にあたるエリアで295億円とされていた事業費が、2021年10月時点で900億円余りに膨らんでいます。さらに、今年初めの時点では1280億円になり、1000億の大台を超えています。ここ数年で建築コストがどんどん上がり、国内では再開発が中止になる事例も出ているだけに、この金額もさらに増えそうです。足りない分は補助金やタワマンの販売利益で補う計画ですが、それでも予算の不足を指摘する声があり、葛飾区は老朽化した区役所を移転し、収支を合わせる作戦です。高架化事業も当初は2013年の完成予定だったのが、用地買収の難航などにより、2023年、そして2030年の完成予定に延期されています。駅と路線の歴史にも触れておきましょう。立石という地名の由来が、駅の東の公園にある祠に鎮座するこの石です。立石という言葉は普通名詞で、道しるべなどに使われる石や、巨大な石製の建造物などを指しますが、この石は結構有名らしく、ウィキペディアにも立石様として独立した項目があります。
江戸時代には高さ60センチ以上あり、地面を掘っても底が現れなかったことから根あり石とも呼ばれ、立石様の根を掘ったことで災いが起きたなどの伝説もあります。その後、この石を剥がしてお守りにする人が出たことや、周りの土地が地盤沈下したことで、今ではほんの少ししか見えません。高架籠の駅舎のモチーフになるほど有名な石であるとともに、この石のレプリカは京成立石駅のホームにあるので、後で見に行きましょう。京成立石駅の開業は1912年大正元年11月。当時の京成の起点は押上で、江戸川駅までの路線と今の金町線の柴又駅までの路線がありました。京成立石駅は京成で最初に開業した駅の一つです。京成はもともと成田山新勝寺への参拝客輸送を目的としており、社名も東京と成田が由来です。後に押上から浅草への延伸を計画しましたが、同じく延伸を目論んだ東武鉄道との競争に敗れてしまい、押上からの延伸は断念。青戸駅から分岐する今の京成本線のルートが1933年までに開業しています。青戸駅の上り寄りで押上線がまっすぐなのに対して京成本線が急カーブなのはそれが理由です。京成本線は上野と日暮里で山手線などと接続し、利便性の良さで京成のメインルートになります。逆に利便性がいまいちな押上駅が起点だった押上線は存在感をなくし、しばらく不遇の時代を迎えます。ちなみに京成立石周辺では当時の線形や駅の場所は今とは違いました。これは当時京成立石と隣の四ツ木駅の周辺で路面電車のように鉄道が道路上を走る併用軌道と呼ばれる状態だったからです。その後鉄道だけの専用軌道に移行し、安全性向上を図ることになりました。同時に洪水対策のための荒川放水路の建設が1913年に始まったことで、ルートは1923年に切り替えられ、京成立石駅も今の場所に移転されました。この時駅周辺で区画整理が行われ、旧線の跡が失われた場所もありますが、併用軌道の大半は今でも道路として残っています。ちなみに隣の四ツ木駅の商店街が駅から離れているのは、開業後に駅だけが移動したからです。京成本線の開業後、メインルートから外れた押上線でしたが、1960年12月に今の都営浅草線が開業すると、都心直通ルートの役割を担うようになります。押上線の平日朝8時台の上り列車は20本以上あり、京成本線の上りが10本余りなのと比べ、倍近くあります。また、日中は1時間あたり12本が運行されており、京成本線は一般列車が9本、特急スカイライナーが3本なので、一般列車は押上線の方が多いです。京成立石駅の2024年度の1日平均の乗降客数は34,600人余り。押上線の途中の4駅で最も多く、次に多い京成曳舟駅が2万人弱なので 1.5 倍ほどあります。多数の列車が止まる青戸駅は48,700人余りなので、その4分の3近い数字です。速達列車は所要時間短縮のために押上線の途中駅を全て通過するものの、京成立石駅の存在感は他とは一味違います。これだけの乗降客数のある京成立石駅、そして駅の周りはどうなっているのでしょうか。上りホームを進みます。とその前に、最後尾にはかつてあった階段の跡が残っています。この階段は上の駅舎と駅の外を結んでおり、ホームとはつながっていませんでした。駅舎の幅を広げないようにするため、ホームを斜めにまたぎながら地上に降りるという変わった構造が特徴です。ホームと干渉する部分は撤去されたものの、新たに斜めの鉄骨が配置されて荷重を支えています。下りホーム側の階段は今もそのままで、構造の特徴がうかがえます。この先にあるのがホームから旧駅舎につながる階段その1。入り口が仮囲いで塞がれただけで、中は資材置き場に転用されています。階段はホームの端ギリギリにあり、横のスペースは結構狭め。そこで列車を待たないように床面には斜めにテープが貼られています。なお、旧駅舎につながるエレベーターも使用停止になっており、そこにつながる展示ブロックは埋められています。
この奥にあるのがホームから旧駅舎につながる階段その2。こちらも仮囲いで塞がれています。旧駅舎が現役だった頃の映像がこちら。限られたスペースに駅舎と階段を収めるため、ホームと駅舎を結ぶ2つの階段は途中で合流し、直角に折れてからちょっと上がって駅舎につながるのが特徴でした。エレベーターをうまく増設するスペースがなく、一方の階段を半分以上塞いでエレベーターを設置しているのが特徴です。下りホームの解体はこの辺りでも進んでおり、柱や階段の足元の基礎を残して解体が終わっています。柱は白く塗られたところと赤く錆びているところがあり、外部に露出していたところが白く塗られ、そうでないところが赤い状態のようです。この先、上りホームは工事着手前の状態がよく残っています。デコボコした床面の仕上げや、古めのベンチ、壁面のブロックなど、古き良き形成の駅感が目立ちます。押上線の他の駅は全て高架または地下になっただけに、押上線に残る最後の光景です。上りホームの先頭に到着です。危険ここからの出入場は固く禁ず、駅長の看板が味わい深いです。そしてこの手前にあるのが、地名と駅名の由来になった立石様のレプリカです。レプリカとはいえ、白い柵で囲まれて威厳を感じさせ、小銭も載せられています。このレプリカは、1968年に下りホームに設置されたものです。高架化工事の進展に伴って下りホームが解体されるため、上りホームに移設されています。高架化後の処遇は未定ですが、立石様は地域にとっても重要なので、高架化後の駅舎やホームに移設されるかもしれないです。一気にホームの最後尾に移動です。工程の都合で上下線の駅舎は別の場所に移され、下り線の駅舎はホームの最後尾にくっついています。横の道路から直接入ることができ、ホームへもパパッと行ける便利な構造です。一方、改札内で上下線のホームを行き来できなくなったことから、駅舎の上には注意喚起の看板があります。切符の買い間違いを防ぐため、運賃表では下り方面の駅が白いシートで覆われ、右下にも青いシートで隠されている場所があります。券売機の画面も同じで、金額が大きい下り方面の運賃は一部が表示されないほか、下り列車に乗らないといけない成田スカイアクセス線への連絡切符が表示されません。緑色の複数の路線への連絡切符も表示されていないものがあります。なお、上りホームの改札がホームの最後尾に移転したため、列車は後ろ寄せで止めれば便利ですが、京成立石駅では6両編成は中寄せのままです。実際にはほぼ全ての列車は8両で、6両編成はほとんど運行されないため、コストをかけてまで停止位置を変えていないのでしょうか。横から見ると駅舎の解体はある程度済んでおり、白い鉄骨の上の範囲がなくなっているのがわかります。ただしエレベーターなどはまだそのままで、解体完了にはまだかかりそうです。毎日列車が走る線路の上だけに工事も慎重です。下り線の改札のすぐ横には高架化工事の模式図があります。今はステップ2、仮下り線への切り替えと、ステップ3、仮上り線への切り替えの間です。京成のマスコットキャラである京成パンダが今ここですと案内している場所です。その後、上り線を仮線に切り替えます。それから上り線の高架橋を建設して上り線を高架にし、続いて下り線を高架にする手順です。線路が高架になった後、高架橋の北側で側道の整備を進めます。今は上下線の間隔が広がっており、踏切が一時的に長くなっています。このパネルだと上下線とも仮線に移行した段階で線路の間隔が戻るような記載ですが、場所によってはそうとは限りません。下りホームに移動です。上り線の仮線は、今は土地が空いている旧下り線の跡地にできます。上下線の間には仮設ホームがあるため、踏切の長さは工事着手前と同じに戻るわけではないです。駅間の踏切の長さは元に戻るかもしれないですが、一定の不便は残りそうです。この踏切の横にも、駅舎と改札が上下線で分かれている旨の注意書きがあります。先ほど通った踏切も開かずの踏切として知られており、歩行者や自転車で混雑します。遮断時間が延びると瞬く間に人が増え、
周りは大混雑になります。なお、駅の南北の行き来にはホームの中央あたりにある階段を使うこともできます。これは以前からあったもので、開かずの踏切を避けられる貴重なルートですが、踏切を使う人も多いようです。上り駅舎に入ります。こちらも仮設の建物ですが、下り線の改札が地上にあったのとは異なり、こちらの改札は地下にあります。壁も床もコンクリむき出しで、配管がもりもりある光景は、まさしく工事中ならではといった感じです。駅舎の入り口だけでなく、階段を降り切った場所にも注意喚起の掲示がペタペタあります。改札の横にも巨大な幕があり、黄色と赤と白の配色が、コンクリの灰色が中心の駅構内でめちゃめちゃ目立ちます。京成立石駅はもともと有人駅で、駅舎が分離した後は両方の駅舎に駅員がいます。改札の内外にはエレベーターもあり、バリアフリー対応をしています。一方、ホームに向かう階段は2段上がってから左右に分かれており、狭い土地に施設を収める苦労が伺えます。上り線の改札とは逆に、運賃表では上り方面の駅名などが丸ごと隠されています。券売機のボタンの表示はこちらの方が多いものの、浅草線や京急線への連絡切符のボタンが消されています。一昔前ならみんな切符を買うのでここで気づくのですが、最近は IC カードが主流になり、掲示を見てない人は気づかないのが苦しいところです。改札を入って左に曲がり、上りホームの様子がこちらです。仮設ホームということもあり、ホームの幅はどこも結構狭く、高架橋の柱がある場所では余計に狭いです。改札とをつなぐ階段のあたりはアスファルト仕上げですが、ホーム自体は大半が仮設の仕上げで、歩くと仮設ホーム特有の音がします。下りホームのトイレはホームの後ろ寄りにあります。この右横だけホームがアスファルト仕上げで、場所によって構造が変わるのが興味深いです。トイレへの出入り口は向かって左側で、仮囲いの手前のあたりの床面は旧下りホームを流用しています。このあたりを反対側から見た様子がこちら。旧下りホームはほとんど撤去されたものの、仮設トイレの周りだけは残っており、床面だけでなく屋根も流用されているのがわかります。屋根を支える3本の柱には縦長の駅名板がついていたらしく、赤茶色の跡が残っています。灰色中心の色合いで殺風景な仮設ホームですが、ホームのところどころには近隣の幼稚園児らが描いたイラストがあります。1編成くらいは特別塗装でこんな感じのカラーリングになったら面白そうです。京成立石駅の改造と並行し、駅の北側の再開発が進んでいます。駅から少し離れたお店などは引き続き営業しているものの、駅の近くの台形のエリアは立ち退きが完了し、本格的な工事が進んでいます。中盤で出ていた再開発事業の完成イメージは、この北側エリアのものです。駅の北側への往来を確保するため、今は対象エリアの中央に歩道があり、歩行者や自転車はここを通れるようになっています。仮囲いには、サッカー漫画のキャプテン翼の PR が、主人公の大空翼が育った町のモデルが、作者の出身地である葛飾区四つ木なのが理由です。京成立石駅の周りにも銅像があり、セットで PR されているというわけです。工事エリアは2つに分かれているものの、双方を工事車両が横切ることがあります。開閉できる蛇腹仮囲いが開けられ、誘導員がテープで歩道を塞いで歩行者などを誘導し、事故を防ぎます。このエリアの北側は再開発の対象外らしく、特段立ち退きなどもなく、看板にもあったように、お店なども普通に営業しています。そして、京成立石駅前の看板にも北口再開発工事中とデカデカ載っている北側エリアとは異なり、駅の南側には、立石駅前通り商店街と、立石仲見世が今も残っています。北側と様子が違うのは、南側エリアの再開発スケジュールが、北側より遅いからです。地域密着型のお店が軒を連ねる一方、立石といえば、いわゆるせんべろの聖地として有名です。これは1000円でベロベロになるまで酔っ払えることの略で、かつて駅周辺に町工場などが集まり、職人が仕事帰りに軽く一杯できる場所が必要だったため、安い酒場が自然に集まり始めたのがきっかけです。
高度経済成長期には日本全国に立ち飲み屋や大衆酒場が増え、立石も工場労働者の町であったため、低価格で飲める店が集まりました。立石の場合、商店街や仲見世に多様なお店があり、惣菜屋やもつ焼き屋、立ち飲み屋が並び、気軽にはしごできる環境が整ったのも大きいです。都心部ではバブル時代に地価が高騰し、再開発が進んだ場所もあった一方、立石は住宅地と町工場のエリアで再開発の波に乗らなかったことが、そうしたお店が残った要因です。2000年代後半から2010年代にかけ、立石がせんべろの聖地として紹介されたこともあり、観光地としての人気も高まっています。そこにある名店を取り上げる動画は、近日旅行チャンネルで公開予定ですので、ぜひ概要欄からチャンネル登録してお待ちください。一方、再開発の過程でせんべろ文化が消滅することが懸念されています。近隣のお店には建物や土地を自分では持っておらず、賃料を払ってお店を経営している人がたくさんいます。再開発で商業施設を作る場合、開発コストを回収するため、元の場所よりも賃料が上がるのが普通です。低価格を売りにしたお店ではその賃料を払えないため、お店を継続できないです。おととし9月に駅の北側の横丁が閉鎖された時は、再開発の完了を待たずに廃業を決めたお店もあるそうです。南側の商店街や仲見世も再開発の進展で閉鎖されることが決まっており、せんべろの町立石は転換点に来ています。京成立石駅の上り寄りの踏切にやってきました。上り線が仮線に移動したために踏切が長くなり、横断時間が延びています。中盤にホーム側から映したカットで、おばあちゃんが踏切を一生懸命歩いていたのにお気づきでしょうか。通過列車は結構スピードも出ており、事故のリスクが高まります。工事区間にある踏切には、規模に関係なく誘導員が配置され、京成も事故防止に神経を使います。下り線は仮線に移動したものの、将来仮上り線をここに敷くからなのか、踏切の渡り板はそのままです。高価格間でも特に弊害が大きかった四つ木台2号踏切に移動です。踏切の手前、南側で京成立石駅方面につながる道路と交差しており、交差点と踏切が近いため渋滞が深刻です。信号待ちの車を縫うようにバスが通るなど、毎日大変そうです。逆側の歩道橋から見た様子がこちら。この踏切にも誘導員が配置され、車と歩行者、自転車などの事故防止に気を使います。この踏切では、仮線をまたぐ位置に踏切を拡幅するため、踏切が画面の手前に伸ばされています。それまでは左右の道路を直接行き来できたのですが、踏切の拡張によって遮断機の手前で車が待機できるスペースがなくなることから、中央分離帯がおととし5月に設置され、左右の道路を行き来できなくなっています。踏切のすぐ先には交差点があり、そことの連動を図る必要もあることから、奥の信号機が赤や黄色で点滅する場面もあります。慣れないドライバーは孫ついてしまい、なかなか大変な場所です。また、ダイヤの関係で上下線の列車がこの踏切の近くですれ違うこともあるからか、遮断時間が長くなる場面も多いです。駅から離れているので通過列車は速度が出ているものの、交差点の横だけに影響も深刻です。この上り寄りには、隣の四つ木駅へつながる高架橋への取り付け部分があります。四つ木駅は下り寄りにある荒川橋梁を過去に架け替えたため、駅構内が S 字カーブしています。その出口に当たる場所が取り付け部分で、高架橋が下り列車に向かって左側に拡張され、下り線が仮線に移されています。今後上り線も仮線に移行し、旧上り線のあった部分の高架橋を解体してから本節の高架橋を作ることになりそうです。京成立石駅を挟んで反対側、駅前の踏切のさらに隣の踏切は車も通れます。歩行者などは比較的少ないものの、バスもここを通るため、また違った渋滞が目立ちます。さらに下り寄りの踏切がこちら。カーブのど真ん中にあるため路面も傾いており、通るのに結構神経を使います。そしてこの下り寄りに、青戸駅につながる高架橋への取り付け部分があります。四つ木駅側と同じく、まずは下り線を仮設の高架橋に移行し、
続いて上り線を移動した後で本節の高架橋を作る手順です。青戸駅は上下線が2層式になっており、下り線が上、上り線が下の階層を使います。仮線からの取り付け部分が終わってすぐ、下り線が上の階層へ進みます。高架化にあたっては、仮線のスペースの節約に加え、前後の駅などとのつながりも考慮して工事が進められます。下り線の仮線への移行からもうすぐ1年、上り線の移行も近づいています。路線も駅も街も変化が続く立石、今後に注目です。ご視聴ありがとうございました。